和食ですごく重要な作業がこういう下味をつけるっていう作業なんですけど、5分10分置いて味をなじませる。はい、銀座六三亭の宮永です。本日は、六三亭のカレーを使って、ゴーヤカレー、野菜をたっぷり使ったゴーヤカレーをご紹介したいと思います。はい、じゃあゴーヤカレーの方を作らせていただきます。これはうちの六三亭でよく作るまかないのカレーですね。やっぱりうちはかつおだしが出てくるんで、こういう半端な野菜と、肉があれば肉で、そこに一般なルーですよね。その辺の家庭でしたらその辺に売ってるルーで結構です。ただうちのカレーは水じゃなくて出汁を使っているっていう、そういうところがポイントなんですけど、さっぱり食べれます、すごく。なので家庭でしたらその水にちょっと顆粒出汁を入れてもらったり、ちょっと酒を多めに使ってもらったりすると、さっぱりしたカレーが出来上がると思います。でこれを軽く温めてもらって、でその間に野菜を切っていきますね。これ小松菜です。小松菜軸と葉っぱの部分がちょっと食感が違うんで別に使っていきますね。ゴーヤを夏の野菜なんですけど、比較的結構今の時期でもどこでも置いてるんで、すごくアクセントにはいい野菜になると思います。でもやっぱり夏に食べたくなる野菜ですね。あと今の時期どうだろうな、ナスも美味しいですし、でこれスプーンで食べるんでちょっと小さめのカットがいいかと思いますね。であとトマトですね。でトウモロコシは時期の夏でしたら生があるんですけど、今日は缶詰でやってきます。ゴーヤをもう10秒ぐらいでいいですかね。余熱で火が通りますんで、ゴーヤとかはほとんど生でも食べれる野菜になってるんで、さっとでいいと思います。で次ナス、ナスもあんまり揚げすぎるとぐにゃぐにゃになって美味しくないんで、火が通ったら揚げてもらって、小松菜の軸ですね。これもう本当に油通しでいいと思います。家庭で油がちょっと出しづらいなとかめんどくさいなと思ったら、ちょっとフライパンに多めの油で軽く炒めてもらうのでもいいと思います。あとトマトですね。これは生でいいんで、逆に皮を剥くっていう作業ですね。これはこう揚げるとこういうふうに皮が剥けてくるんで、もうこうしたら揚げちゃってください。はい。で和食ですごく重要な作業がこういう下味をつけるっていう作業なんですけど、
必ず野菜に下味をつけると後で味が一体化してきますんで、こんな感じで浸して、しばらく、5分10分置いて味をなじませる。このつけてある字なんですけど、大体、僕らではそばだしって言うんですけど、そばとかうどんとかをこうつけて食べる、ジャブジャブなところに入ってんじゃなくて、つけて食べるちょっと濃い味のところですね。そこにつけて下味をつける。そうするとこのカレーがより美味しく食べれるんじゃないかなと思います。でこうやって温まってきたカレーに、トウモロコシたっぷり入れて、ゴーヤに限らず野菜たっぷりのカレーですね。それでさらにだしで作ってるんで、本当にさっぱり食べれるカレーになると思います。すごく最近小松菜を使う方が増えてきて、この食感と味がすごくいい野菜なんで、いろんなのに使えると思いますね。こんな感じでカレーを、野菜をたっぷりと食べてください。はい、完成です。かつおだしと、野菜たっぷりでさっぱりとカレーを召し上がってください。